ご安全に。竹のコラボラトリー運営者、現役機械設計者の竹の子です。現役の機械設計者として10年間 CAD を使ってきたノウハウを生かして、世界で一番 CAD 初心者の方に優しいフュージョン316講座を発信しています。今回は第3回となります。まだ第1回、第2回を見ていない方は動画概要欄にフュージョン316講座動画の再生リストと動画のリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。第3回となる今回の動画では、フュージョン316のデザイン機能のスケッチについて解説していきます。やっとフュージョン316に触れます。今回解説していくデザイン機能は、3次元モデルの形状を作り上げていくモデリング機能のことです。ここの動画で CAD を勉強しているほとんどの方が、このモデリング機能を使いたくて勉強していると思います。それほど CAD として重要になる機能です。全くのゼロからモデリングができるように、特に細かく解説していきます。いくつかの動画に分かれてご紹介すると思いますが、しっかりついてきてください。頑張っていきましょう。動画の最後には、実際にやって覚えてもらえる課題を用意しています。次回の動画にも今回の課題を引き続き使って行うことを用意しているので、時間のある時にぜひ挑戦してみましょう。フュージョン316のデザイン機能を使いこなすには、まずスケッチをしっかりと理解していきましょう。スケッチは立体的なモデルを作るための元となるものです。CAD によってはプロファイルとも呼ばれます。スケッチは形状の断面図を平らな面に絵として描いていきます。そのスケッチを様々なコマンドを使って立体的なモデルにしていきます。スケッチを描いてコマンドで形状にする、スケッチを描いてコマンドで形状にすると繰り返して立体的な形状をモデリングしていきます。絵を描くって絵なんて描いたことないよと思うかもしれないですが、イラストなどの絵とは CAD のスケッチは全く違います。使い方さえ覚えれば誰にでもスケッチを描けます。フュージョン316の実際の画面で説明していきます。画面に映っているモデルを作る際に使ったスケッチはこちらです。意外と簡単なスケッチでこのモデルの形状はできています。これくらいなら誰にでも描けると思います。結構複雑な立体形状でもスケッチとコマンドを繰り返して作られています。一つ一つのスケッチは単純で簡単なものでも十分複雑な形状が作れます。スケッチを描くのは平らな面だとご紹介しましたが、スケッチを描く面をスケッチ平面と呼びます。スケッチ平面には最初からある基準平面や自分で作成した平面、モデルの平らな面を使えます。これら3つの種類の面にスケッチを描いてモデリングしていきます。基準平面はブラウザの原点ツリーの中に最初から入っています。それぞれ XY 平面、XZ 平面、YZ 平面の3枚が用意されています。この基準平面は原点に沿っているので、モデリングを始めるときはこの基準平面から始めます。次の自分で作成した平面は基準平面やモデルから自分がスケッチを描きたい平面を作ることができます。平面の作り方はたくさんあります。デザイン機能のソリッドタブ、サーフェイスタブ、シートメタルタブにそれぞれ構築タブがあります。構築タブのプルダウンを開くと平面を作るコマンドが8種類用意されています。この8種類のコマンドを使って自分がスケッチを描きたい場所に平面を作ります。オフセット平面は基準平面やモデルの平らな面を入力した数値分、離した位置に平面を作成します。一番よく使う平面作成コマンドです。傾斜平面は直線や軸を中心に角度をつけた平面を作成します。接平面は円柱や円錐の側面に接する平面を作成します。中立面は2つの面のちょうど真ん中に平面を作成します。2つのエッジを通過する平面はその名の通り2本の直線を通る平面を作成します。このコマンドで選択する2本の直線は同一平面上にないと平面は作成できません。3点を通過する平面は3つの点を通る平面を作成します。このコマンドで選択する3つの点は同一平面上になくても平面は作成できます。点で面に接する平面は
曲面に正切に接する平面を作成します。自由曲面や単純な曲面に接する平面を作りたい場合はこのコマンドを使います。パスに沿った平面はスケッチやモデルのエッジなどの曲線に垂直な平面を作成します。スイープコマンドを使いたいときに重宝する平面作成コマンドです。以上が自分で平面を作成する8つの方法です。次はモデルの平らな面は平面を作成せずにそのままスケッチ平面として選択できます。選択できるのは平らな面のみで曲面は選択できないので気をつけてください。これらの基準平面、自分で作成した平面、モデルの平らな面の3つがスケッチ平面として選択できます。スケッチ平面の次はスケッチコマンドについて解説していきます。スケッチを作成、コマンドをクリックしスケッチ平面を選択します。するとツールバーの表示が変わりスケッチコマンドが表示されます。これらのスケッチコマンドを使ってスケッチ平面にスケッチを描いていきます。スケッチコマンドには図形を描くために様々なコマンドがあります。線を描くコマンドから円や長方形コマンドなどを組み合わせて図形を描いていきます。また作成タブの下三角をクリックするとツールバーに表示されている以外のスケッチコマンドが表示されます。それぞれ一つの図形を描くのにいくつか作図方法が用意されているものもあります。長方形を描くコマンドにも3つの方法が用意されていますし、円を描くコマンドにも5つの方法があります。どんな図形を描きたいかによって適したスケッチコマンドを選択します。また修正タブに表示されているスケッチコマンドは描いた図形に何かしらの変更を加えるときに使うコマンドです。また作成タブの一番右にあるコマンドはスケッチ寸法コマンドです。これは線の長さや点の位置を数値で定義するためのものです。寸法を入れて形状を定義することを寸法拘束と言います。スケッチコマンドは数が多く一つ一つ解説は省きますが、動画最後の課題で実際に使ってゆっくり覚えていきましょう。スケッチコマンドの右側には高速タブがあります。高速タブには幾何高速コマンドが表示されています。幾何高速とは図形の要素である線や点同士の関係性を定義するものです。例えばこの2本の直線同士が平行であってほしい場合は幾何高速コマンドの中の平行コマンドをクリックして2本の線を順にクリックします。すると2本の線にそれぞれお互いに平行だという関係性がつけられました。平行高速がついている限りこの2本の直線は動かしても平行であり続けます。また長方形コマンドで描いた長方形にはもともと幾何高速がついています。上下の線には水平高速、左右の線には垂直高速が自動でつきます。高速のおかげで長方形の形が崩れずに動かすことができます。高速を削除して動かしてみると長方形の形が崩れます。幾何高速は形状を保つことや寸法での高速の補助をしてくれます。ちなみに幾何高速を全く使わずに長方形を作ると16個もの寸法高速が必要となります。それが幾何高速を使うと2つにまで減らすことができます。幾何高速をうまく使うとスケッチがごちゃごちゃにならずすっきりとシンプルな図形が描けます。こういったように数値での寸法高速を入れなくても形状をある程度決められるので幾何高速はとても便利なものです。動画の途中ですがここで宣伝させてください。フュージョン316のソリッドモデリングを解説する本をこの度出版しました。初めてフュージョン316を触る人向けに3万文字の文章と500枚以上の画像で根節丁寧にモデリングを徹底解説しています。この本では6つのモデリング実践問題からフュージョン316で本当によく使う機能をマスターできる内容となっています。他にはフュージョン316の機能紹介からソフトのダウンロード、基本操作までモデリング以外の内容も充実しています。この動画を見ているあなたにならぜひおすすめできる本なのでよかったら気軽に見てみてください。ちなみに Amazon Unlimited 会員の方はいつでも無料で読めます。次はスケッチの考え方を解説していこうと思います。
一つのスケッチを複数のコマンドの元にすることができます。実際にやってみると、この円柱形状を作るとしたら1枚のスケッチで作ることもできます。これは基準平面の YZ 平面へスケッチを描き、1つのスケッチから押し出しコマンドを3回行っています。それぞれ押し出しコマンドはオフセットの設定をしています。このスケッチを極力減らして図形をまとめる考えからがあります。この考え方のメリットは、どこのスケッチにどの形状の図形が描いているか、スケッチの管理が分かりやすくなるメリットがあります。また、モデルを修正するときにはいくつかの形状を変更するのに1つのスケッチを変更すればよくなります。ただし、1つのスケッチでエラーが出ると形状全体へ影響するデメリットもあります。また、スケッチの方向を変えることも考えてみましょう。解説のために2つのモデルを用意しました。2つのモデルは全く同じ形状をしていますが、スケッチは全く違います。左側のモデルは3つのスケッチをそれぞれ3回の押し出しコマンドで作っています。右側のモデルはスケッチを描く方向を変えた1つのスケッチでできています。円柱形状を縦に切ったような1つのスケッチを回転コマンドで作っています。このようにスケッチの方向を変えることでスケッチの数を減らすことができます。CAD を使ったことがない初心者さんは、まずはスケッチの数は気にせず、スケッチを描いてはコマンドの繰り返しでいいです。最初からスケッチの数まで気にしていたら全然モデリングが進まないので、モデリングに慣れてきたらタイムラインがすっきりするようにスケッチの数も気にしていきましょう。スケッチを描くときにいくつかの注意する点があります。スケッチは平面を選択して描きますが、その時に3つのことに注意して描くようにしましょう。スケッチの注意点1つ目は隙間を作らないです。スケッチで図形を描くときに線と線が離れていると立体を作るコマンドができません。図形を描くのに夢中でいつの間にか線同士が離れていたというのがよくあります。また、パッと見では気づけないほど小さな隙間が空いている時もあります。これを防ぐためには、スケッチを描くときに右側へ表示されるスケッチパレット内のプロファイルを表示にチェックを入れると隙間のない図形に色が塗られます。色が塗られない場合はどこかに隙間が空いているので、注意深く探してくっつけるようにしましょう。スケッチの注意点2つ目は完全高速にすることです。寸法高速や幾何高速で図形がもう動かない状態を完全高速と言います。フュージョン316ではスケッチが完全高速になると全ての線が黒く表示されます。画面の長方形で説明すると、上と右の線がまだ完全高速になっていません。マウスでドラッグしてみると線が動いてしまいます。これを完全高速にするには寸法高速や幾何高速を入れていきます。寸法高速を入れてみましょう。線が水色から黒へ変化しました。完全高速されているので線をドラッグしても動きません。スケッチを完全高速する理由はエラーを回避するためです。意図しない操作でスケッチが崩れるとエラーを起こして修正に長い時間を取られます。スケッチの注意点最後の3つ目は寸法高速の入れ方です。スケッチを高速するのに寸法高速をよく使います。寸法は入れ方しよって後で修正したい時に楽になる方法があります。若干設計の話にもなりますが、まずはモデリングしたものがどこに修正が入りそうなのかを把握します。例を出すと、画面の部品は真ん中の部分の長さが修正されそうですよね。そのために左右の穴の寸法はモデルの端から取っています。こうやって寸法を入れると後から真ん中の部分の長さを伸ばそうとした時に穴の位置も自動でついてきてくれます。では今度は穴の寸法を穴同士の寸法に変えます。変えただけでは形状は何ら変わりません。しかし真ん中の部分を伸ばしてみると穴の位置は自動ではついてきてくれません。もう一度穴の寸法を変更しなければなりません。手間ですよね。最初は修正が入る部分はわからないと思いますので、慣れてきたらそういったことも考えながらスケッチを描いていきましょう。
こういった後でのモデル修正を考えた寸法工則を入れられるようになると CAD 中級者になったと言えると思います。それでは今回スケッチについて解説してきましたが、最後に課題を出します。Fusion 3.16超初心者講座の次の動画第4回を見るまでに、これから出題する課題を Fusion 3.16を実際に触ってやっておいてください。この課題で作ったスケッチで次回の第4回はモデリングをしていきます。課題はこちら、この2つのスケッチを描いてください。それぞれ詳しく見せます。1つ目のスケッチは XY 平面をスケッチ平面としてこの寸法で描いてください。2つ目のスケッチは XY 平面を 20mm オフセットした平面を作りスケッチ平面とします。その平面にこの寸法でスケッチを描いてください。この指示でできる方はそのまま作業を進めてください。自信のない方は私が実際に描いていくので、それを見ながら真似してみてください。それではスケッチを描いていきます。以上です。この課題で描いたスケッチは第4回で使うので保存しておいてください。保存するときには第2回でやったデータ管理を思い出して新しいプロジェクトとフォルダを作ってみましょう。新しく作ったフォルダ内にこのスケッチのデータを保存してください。以上が Fusion 3.16超初心者講座第3回となります。長い動画になってしまいましたが、ちゃんとスケッチについて覚えられたでしょうか。次回の第4回ではモデリングの醍醐味、立体物を作っていきます。このチャンネルでは Fusion 3.16超初心者講座だけでなく CAD や 3D プリンターについての知識なども発信していますので、
よかったら竹のコラボラトリーに入所して一緒に研究していきましょう。入所の仕方は右下のアイコンからチャンネル登録ボタンを押してください。またベルマークをオンにすると最新動画が投稿された時に通知が出ますので、動画を見逃すことがなくて便利です。この動画がためになったらグッドボタン、残念ながらためにならなかったらバッドボタンをお願いします。また気になることやリクエストなどはコメントで書いてもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。